うこそいらっしゃいませ。どうぞこちらから前向きのままお上がりください。はい、有足料理万家メロの、11代目になります小西武弘です。今日はですねゆり根羊羹を作りたいと思います。よろしくお願いいたします。では、早速材料を説明していきたいと思います。まずそのメインになりますゆり根ですね。今7月ぐらいになりますと新しいものが徐々に出てきますので、新しいものの方が香りもいいですし色合いも綺麗なので、こういった時期、皆さんのイメージだと冬かなというところなんですが、実はこういった時期から、ゆり根がもう出始めてますので、ぜひ試していただければなというふうに思います。棒寒天と、板ゼラチンを使用して、今日は羊羹なんですけれども、この2つを使用して作りたいと思います。従来の羊羹っていうのは、和菓子っていうのは精進料理から来ているのでこの寒天しか使わないのが羊羹のルーツなんですけれども、私どもは料理屋なので、そういった枠組みがないということで、より食感のいい滑らかな羊羹を作りたいなという発想のもとでこのゼラチンと、棒寒天を使って、羊羹を作ってまいりたいというふうに思います。事前にですねこの板ゼラチンはこのように水につけておいてください。そしてこの棒寒天も本日は6分の1のカットを使用するんですけど、このように前もって水をつけていただくと非常に水に溶けやすくなりますので、事前に両方とも水で戻しておいてください。こちらの方はだいたい 4,5 分で戻ります。こちらはだいたい1時間ほどつけといてもらえるといいかなというふうに思います。ゆり根の掃除をまずしていきたいかなと思います。ゆり根なんですけれども、一番外側になる、ゆり根のこの部分なんですけど、ここはちょっと非常に筋が強い、また、食感もあんまり良くないので、この部分に関してはもう取ってしまってください。あと汚れも強いですからなかなか掃除しきるのは大変かなというふうに思います。でここまで来ましたら、包丁で少しずつ剥いて掃除をしていきます。私どもの場合は、このように一個なりで掃除していく場合もあるんですけれどもですね、よいしょ、こんな形で掃除する時もあるんですが、どうしてもこのように中に泥が残ってしまうので、ご家庭でやられる場合は初めにこうやってもう全部ちぎってしまってください。買われる時によく見ていただいて、中がちょっと黒ずんでるもの、芯にアクが結構見えるなというものはあんまり選ばれない方がいいかなというふうに思います。そうしてる間にゼラチンがもうこんな形で弾力のある状態で戻りましたので、これはもう水から上げておいてください。ちょっと洗っていただくとこのように泥が取れると思いますので、少し洗っていただいて、ここから先ほどのように包丁で少し掃除をしていきたいなと思います。ゆり根の掃除っていうのは結構茶色いところを取るってことですか？そうですね、ゆり根の掃除は茶色いところを取ってください。そうしないと、今回ご紹介するゆり根羊羹がですね、なんか茶色い斑点がいっぱいできた羊羹になってしまうので、できれば真っ白に仕上げたいなと思いますので、茶色いところを掃除してもらえるといいと思います。特にこういったところですね。剥くのがしんどかったらもう切ってもらってもいいです。ここに入れて、このようなバットでもいいです。これに入れて蒸し器に入れていただいてもいいですし、ご家庭に蒸し器があんまりないご家庭の方が多いと思いますので、ない場合は、鍋で湯がいていただいたらいいと思います。でこちらは事前に掃除して、今、蒸したものなんですけれども、見ていただけると分かると思うんですけど、これが生の状態です。でこれが今火が入った状態なんですけれども、表面がもう透明がかってきていると思います。これぐらい火が入っていると、裏ごしもしやすくてですね、あとアクもこの後出てこないので、しっかりめに火を通してもらうのがゆり根を使う場合は重要なことになってきます。で竹串を使って測られる場合はもう本当にスッと全部通ってしまうぐらいでは裏ごします。裏ごしをされる場合は
この持ち手の方に力入れずにですね、手前の押されてる方の手に力を入れてこしてください。どうしてもこっちにですね力入れるとこの辺に塊がたまるだけなので全然こせずに終わってしまいますので、だいたいこういうような形でいいです。でちょっとこれを計量してまいります。そしたらこれが分量の 150g のゆり根です。でこちらがお砂糖ですね。でこのお砂糖はあらかじめダマがないようにちょっとゆすりにかけたりしてこしてます。でこれを混ぜ合わせてください。でこの工程をすることによってですね砂糖がゆり根の水分を引っ張り出してくれるのでペースト状のゆり根にすることができます。先ほどはもう固体だったんですけどちょっと水分が多めのペースト状にできますので、こんな感じで砂糖が混ざってくるとペースト状ですね。あとはどうしても多少のゆり根のダマが出てくると思います。非常に気になるようなぐらいダマが出てきてたらもう一度裏ごしをしてもらえると、滑らかに仕上げることができます。今合わせた感じだとこのままでも全然大丈夫かと思います。でここまで合わせましたら水と寒天とゼラチン、これを固めるための液体を作っていきたいと思います。まずこの寒天に関しては、水につけてるものを絞っていただいてほぐします。こちらが分量のお水ですね。これを全部入れてください。でここまでできましたら火にかけます。で寒天はちょっと溶けるのに気長にお時間をちょっと使ってあげてください。どうしても寒天は90度で溶けるものなので、ちょっとしっかりめに時間をかけて、溶かしていってあげてください。混ぜながらやってもいいですか？ほっといてもらってもいいんですけれども、あんまり鍋のそばから離れてしまうと、火が強かった場合ですねどんどん水分量が下がっていくので求めているような量感にならない場合がありますので、もしお時間が可能でしたら近くでですねこうやって混ぜといてもらえるといいかなと思います。今、ひと煮立ちした状態でこの寒天の残り具合なんですけど、これぐらい溶けたらもう大丈夫です。どうしてもこの残りかすが入ると食感がちょっと悪くなりますのでこの部分は、こういったざるを使ってこして、使ってもらえるといいかなと思います。で、こす相手先の方には、先ほど水で戻した板ゼラチンを入れておきます。ゼラチンはもう火をかけなくてもこの水の方が今80度ぐらいありますのでゼラチンはもう50度60度で溶けてきますからこのまま使ってください。でここの中に入ってるゼラチンを、混ぜてもらえれば溶けると思います。寒天が入ってるのでちょっと白濁します。ゼラチンだけで作ると、真っ透明の液体になると思いますが寒天が入ってるので少し白濁した色になります。ただ夏場に作る羊羹なので、寒天入れないとですねゼラチンがだいたい25度ぐらいでもうほどけてきてしまうので食感を損ないます。なので夏場暖かい時期に食べていただく羊羹だと寒天を入れていただくとだいたい溶け始めるのが60度ぐらいなので、しっかり食感を保持して、食べていただけるかなというふうに思います。ここに、今合わせた寒天とゼラチンのお水ですねこれを少しずつ入れていきます。でゆり根は、何回も何回もですね火入れるとですね透明になってしまうので、この白っぽさこの白い色っていうのも非常に綺麗な色合いだと思いますので、あまりゆり根には火を入れずにですね仕上げていただくのが一番いいかなと思います。これで今全分量が入りましたので
これをあとは流す容器に流していただいたら完成です。じゃあ流しますね。で多少このようにちょっと下に叩きつけてあげると中の空気が抜けてくれるので、断面もきれいになるかなと思います。これがですねだいたい1時間から2時間ぐらいで冷え固まってくるので、それを切り分けてですね、食べやすい大きさに切り分けてご提供させていただきたいと思ってます。ちょっと今少しあったかい状態かなと思うんですけど、その状態でも冷蔵庫に入れる？そうですね、このあったかい状態のまんま冷蔵庫に入れていただいたら結構です。そうするとだいたい1時間から2時間の時間で固まってくると思います。逆にその時間で固まらなかったら失敗です。なんかその失敗する原因みたいな。失敗する原因はですね、まずは寒天がちゃんと溶けきってないということであったりとか、あとはそのゆり根を、合わせるときにですね急がれて、合わせる順番を間違われますとですね、例えばゆり根入れて寒天とゼラチンのお水入れて砂糖入れるとかするとですねダマばっかりになってですねつながりが悪くなって固まらない、そんなこともありますので、できるだけ今ご紹介した順番で進めてもらえると、失敗も少ないのかなというふうに思います。ご自宅にこういった、流し缶と呼ばれるようなものがなかったとしてもですね、こういった小さな容器に流していただければ、スプーンなどで、食べていただければ、同じような食感や風味を楽しんでいただけると思います。でこれが、だいたい2時間ですね置いといてもらうと、このような感じでしっかり羊羹と呼ばれるような硬さになってきますので、これをお好みの硬さに大きさに切っていただければいいと思います。私どもの店ではバチ型に切らしていただいてまして、青柚子をちょっと香りに使いたいなと思います。皮のところだけこのようにすっていただいて、振ります。で盛り付けていただければこれで、完成になります。ゆり根をいただきます。はい、ご賞味ください。いつものよくあるお菓子屋さんの食感とはまた違った味わいと、ゆり根の香りに、柚子の香りがついていて、そうですね、なかなかよそでというかその売っているものでは味わえないものを作っているのかなと思って、やっているんですけども。でもゆり根からこういう料理が作られるっていうのはあんまり想像がねつかないかなっていうのが率直に思うところですけど。これゆり根以外で作ることはあるんですか？あとはレンコンとか、レンコンの羊羹とかも作りますね。それも新レンコンとかこう新物が出た時によくそういうのを仕事としてはやってますけど、やっぱりこう素材の香りがしっかりしてる時にこういうお菓子を作ったりっていうのはあるのかなと思いますね。古い歴史の中でやっぱり新しいものを取り入れたりっていうので結構やっぱりやられてるんですね。そうですね。古いものを守っていくっていうのは多分同時にこう進化もさせないと古いばかりではこう劣化もしていきますので、そうやってこう古くなってもう再現できなくなったものを新しい部分のパーツで埋めて新しい文化を形成していかないと、こういう料亭っていうのはもう古いままで終わってしまうと思うので、次の時代に向けた活動として、新しい料理に取り組んであったりとか、そういう新しい技法にチャレンジするっていうのはもう必要不可欠なことだと思いますね。ありがとうございました。ありがとうございました。マンカメロウです。今年で創業300年という年を迎えまして、創業当時から変わらない土地で、この土地で、同じ水を使って300年やらせていただいております。
そういう長い歴史で培ってきた、技術であったり、表現であったりですね、そういったものをこの西陣の土地で、体験しに、ぜひ来ていただきたいなと思っております。ぜひともご来店をお待ちしております。ありがとうございます。日本料理アカデミーは日本料理の理解促進と魅力の向上に寄与することを目的として活動している NPO 法人です。日本料理の、料理人、農学、家政学、調理学、食文化の研究者、食の教育者、飲食業界を支えている関連業者の方々が参加しています。料理の科学的な理解と文化の発展を志として活動をしています。海外、国内の料理人が参加するコンペティション、学校での食育、SDGs、海外の料理業界との活動、出版や検定事業、それぞれ委員会の作って多方面に向けた活動をしています。現在、準会員、活動を支援してくださる参助会員を募集しています。25歳以上の料理業界関係者、活動に賛同いただける個人や法人の方々など、興味のある方はぜひ概要欄をご覧ください。